Hola tenis fan, ¿cómo estás? Hoy estamos con Taichi Uchida. Hoy vamos a ver el servicio de él. 決まったでしょ今。素晴らしい、素晴らしい。わかりました？内田選手。わかるわけないです。今日は内田選手のサーブということで、はい、サーブ編をお送りしていきたいと思います。サーブは得意ですか？サーブは得意です。得意です。まあスピードはね、十分。スピードは誰にも負けないです。負けない。なるほど。安定感と確率はちょっと悪いですけど。じゃあそのあたりをね、しっかり聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 Please subscribe. じゃあまずグリップから聞いていきたいと思うんですけども、グリップどんな感じでしょうか？ほぼ根治。ちょっと厚いかな。厚め？ちょっと厚め？だからこれもね定まってないんで。定めてこいよ。定めてこいよ。まだ定まってないからなんかマークつけてるんでしょう。昔ね。でも可愛いよね。可愛い。マジックペンで。マジックペンでここ書いてた。皆さんプロでもそういうことやってるんですよ。確認をするために。でも必要ですね。分かんなくなっちゃったら書いた方がこうやって見てパンパンパン。あ、合ってる合ってる。これも感じ。両サイドに書いてるの？絶対こっちサイドだけとか。片方でしょ？片方ですね。まあそうですよね。なるほど。もうサーブの種類に関係なくもうワングリップでそれで。ワングリップですね。セカンドも。なるほど。じゃあこれでちょっと打ってみましょう。はい、打っていただきましょう。お願いします。早いよ。パワー系だね、もうザ・パワーって感じね。わ。なるほど。ちょっとセカンドサーブを2本お願いして、もう一回いきました。セカンドサーブをお願いします。おお、キックしたね。なるほど。結構サーブの種類としてはスピン系、スライス系どっちが多いですか？普段は。スピン系です。スピン系。ファーストからスピン系。そうですね。基本的にこうあんまりスライス回転はかけないように意識してて、こう包み込むようなイメージ持ってるので、まあほとんどのサーブはスピン系かなと思います。セカンドサーブになるともうほぼセカンドでスライス打つことはある？本当稀にありますね。けどやっぱり主体としてはもうほぼほぼスピンサーブです。僕は。なるほど。ファーストでガンはあんまりやんないですか？今打ってたけど。最初の方。フラットですか？そう。やっぱサーフェイスコートサービスとかによっては変えますね。やっぱりコートサービスによっては相当速い時もあれば、遅いサーフェスで跳ねるサーフェスもあるんで、まあ状況に応じて変えるようにはしてます。でも大体ハードで結構バウンドが高いコートが多いよね今ね。バウンド高いところはやっぱり速いサーブ打っても後ろに下がられて、取られちゃうんで、できるだけ角度をつけてっていうことを意識してるんで、なるほど結構そういう時はスピンが主体になりますね。なるほどね。ちょっとやっぱりスピードがやっぱ出るじゃないですか。はい。そうスピードを出すコツ、ここ多分視聴者の方も聞きたいと思うんですけど、スピード自慢でしょ？スピード自慢ですけど僕もでもなんで出てるんか分かんないです。スピードがそんなに。あ、そう自分でももうナチュラルパワーだな。大体そのマックススピードどれぐらいですか？200、10はいってる。絶対200は絶対もう余裕でオーバーしてます。体感ね。僕らの感じの。出てる感じにもするし、でも見てる方としてはすごい出てるなっていう感じなんですけど。まあね、ツアーレベルに行けばね、表示がね毎回出るから分かるけど、あんまりそういうのはチャレンジャーとかでたまに表示があったりするところは見ます？いや僕も見る余裕ないんで見てないです。俺絶対見ちゃうよね。俺も見ちゃう。見るよね、よくね、見るよね。見るときあるんですけど、よくないですね。スピードにこだわっちゃう。こだわっちゃう。試合中なのに。よくないですあれ。僕は逆にバロメーターにしてる時あった。自分の感覚で何キロぐらい出てるなと思ったのをこう表示見て、一緒ぐらいだ。例えばちょっと疲れてきた時に落ちてきてたらいけないなと思う。なんてパンって見て。恥ずかしいと思うこと結構あるもん。一生懸命って言っても170ぐらいしか出てないのみたいな。でもそれはありますよ。ある？
僕でもあるんで、だからあんまり見ないようにしますね。なるほどね。ちょっとじゃあなんか何点かその早く打つポイント、早く打つポイント、まあなんか自分の中で意識してるところそう意識してるところとか、僕最近なんですけど、はいトスをめちゃくちゃ前に上げるようになったんですね。上げるように、はああでも確かに前だった。かなりどれぐらい前なの？い、それはもうサーブ&ボレーしなくてもしないですけど基本的に、本当するぐらいの前に上げて勢いで。セカンドサーブもセカンドサーブはちょっと手前。手前ですね。それはなんか理由あるんですか？いやもっとフリーポイントが欲しいなと思って、なるほど。もっとスピードでも崩していきたいなと思って、やっぱ相手とこうトスを前にすると、はい相手との距離もやっぱ近くなるじゃないですか、でやっぱその分相手がミスしやすくなったりとか、相手が芯を外してくれるはいそうですね。確率が受け手のね感じ方なんがか上がるなって僕は感じましたね、それで。僕なんかはオナブもそうだけど結構薄めに持つタイプじゃないですか、だからあまり前に上げちゃうとちょっと下に行っちゃうんだけど、多分ちょっと内田選手厚めだとは僕らよりは厚めに握ってるから前に逆に上げないといいボールところで打てないっていうのも多分あって、そういう風なのがうまくいくんだと思うね。だから僕も最初はもうネットばっかだったんですよね、はいはい。やっぱりトスを前にするとネットにかかるリスクも上がるじゃないですか、はいそれで僕ネットを繰り返したんですけど、いうんやでもそれでもやっぱりそのスピードと相手の距離を縮めたいっていうのこだわったんで、なるほど、まあ、ちょっとこうトスは前やけどそれプラス上っなるほど、はい、ていうのを意識して、なるほど。ちょっとずつ入れれるように自分で調整しました。ちなみに試合中とかは1試合の中でエースとかの数は意識するんですか？しますね。逆にエースの数がパネルでこう出てる時がある、はいスクリーンで、それはもうチロチロ僕そっちを見るあそっちを見るんだ。なるほどね。ちょっと皆さんあれですね、チェックするポイントが違いますね。いろいろ違いますよね。その数で調子が僕は確かめれる。じゃあエースの数がもちろん多い方がいい。そうですね。じゃあ一つ目はじゃあトスでトス前ですスイング系では何かありますか？強引に行く。強引に行く。いやいいですね。いやいいですいいですね。こういうのもあるんですよ。強引に行はく。うんでも僕見てる方、強引強引ってもうちょっと噛み声で説明してくれる。どう強引に行きます？僕もねやっぱりリラックスしてるイメージはあるんですけど、はいこう打つインパクトの瞬間、はい。ここめちゃくちゃ速いんですよね僕。ある程度力も入れるってこと？いや入れてるつもりはないんですけど。ないけども、すごく加速してるんですよ。はい。まあでも加速しないとあのスピード出ないし、ねやっぱり。そうね。高くジャンプします？それともしない？高くジャンプします。足は結構やっぱ使う。はい。あれ揃える。あれ僕は足揃えます。揃えるね揃える意識を常に持ってないと、はいこの右足がこう左足を追い越そうとするんですよ。僕なるほどの場合なるほど。ああエドバーグね。なるほどね。これを追い越しちゃうと体がやっぱ開いちゃうんはですよ。い。でそこの意識は常にしてますね。ずっと足は揃えるタイプでした昔から。いや揃えるタイプではなかったですね。うんただやっぱ揃えてないと体がやっぱどうしても開いちゃうっていうことに気づいたんで、こう揃えて、はい。なるほど。ちょっとアドサイドからもアドサイド見たいですね何球かね見たいちょっと打っていただきましょうか。やっぱ前だね。体重乗ってるね。もう音が折れそうだ。おお速っ。今来たね。アドサイド速いっすね。セカンドサーブを2本。もう1球いきました。すみません。でもセカンドサーブでも結構前に上げてると思う。うん、いってる。なんだかんだ言って。着地もあれ前に出しもう1本いきましょうか。はい。なるほど。ありがとうございます。ここの腕の振りってもう何の意識もしてない。こうしようとか、はなんかこうしようとかってこうプロネーションしようとかしないとか何も考えてない。もう何も考えてないです。何も考えてない。強引に。こうただやっぱり高いところから打ち下ろす。今高いもんね、すごい。
であとやっぱさっき言った速いボール速いサーブ打つためにやっぱここ打つ瞬間にやっぱ頭を下げないことです。下げる下げないです。下げない。なんかさっき僕ちょっと下がってたんでそれ意識してちょっとこう頭上げるイメージを持つと残す感じね。顔を残すね。打点も上がるんでちょっと確率も良くなったし、サーブも速いサーブが打てたかなと思います。ちょっと僕気になったんですけど、こう踏み込みあるじゃないですか。はい。ここからこう揃えて踏み込んだ後に着地が結構右側だったんですよ。こう言ってたんですよね。わかります？はい。前じゃなくて右サイドに。そう結構それが印象的だったんですよ。こう言ってたんですよね。それはアドサイドだからかな。ですかね。だってデュースサイドでは右に多分行かないと思う。右に行ったら本人気づいてない。本人不思議な顔してますから。いやちょっと初めて言われたんですそうちょっと気になっちゃった。もう一回もう気にせずやってみて。意識しないでよ。気にせずやってみて。ファースト。でももともと僕アドサイドはちょっとこっちから打つようにしてるんですよ。で今ちょっとこっちから打っちゃったんですけど。それでちょっと真ん中に行く。シングルやる時のキックサーブで打つ時に角度やっぱ距離角度つけたいんでここから打って。で多分打ち終わった後にちょっと意識的に右にそういうことだから右に行ってたのかな。ちょっとそれちょっと1球2球はい打っていただいて。今結構前に行ったね。でもすごい一歩目が大きい。ジャンプねこのステップした後の。さっきより前に行ってるわ。いや今の良かったね。乗れてた。だんだん良くなってくるさ。We are Japan's #1 tennis channel, Star Tennis Academy. あんだけ前行ったらバーンって返されたら足元くるね。なるよね。もうだって下手したらボレーで返さなきゃいけなくなっちゃうよね。結構ヒューイットもそうでしたよ。ここから結構前に行ってた。でもそれだけ足の力を使っていかないとやっぱりパワーって出ないです。そうです。あと結構ジャンプも意識してるんで僕は。そのバネでジャンプするタイプとしないタイプ。しないってできなくなってきた。そうだんだん少なくなってきた。少なくなってくる。高尾さんと僕多分タイプが違うと思うんですよ。回転でコースでポイントを取っていくタイプ。もうねいわゆるドーンっていうのはもう基本昔からあんまりあったけど昔ドーンですよ。でもそれやっぱり道具だとかもちろんね筋力年齢いろんなものがあってのことだからやっぱりだんだんこう省略されてくるというか効率を求めてくるんで内田選手のね今のこのランキングと年齢でそういうことはまだ必要ないと思います。27歳でドーンって言ってて多分5年ぐらいしたらいやいやドーンじゃないですよ言って帰ってくる。今はスライスですみたいな。30超えたら無理って出てくるよ。今はね打点とインパクトの瞬間が命だと思ってるんでできるだけ自分の高い打点を打つ。できるからねバネがあって。やっぱねそれをやることによって体もいい意味で保たれるし鍛えられるっていうのはあるんでやっぱこれをね課題は今度は3セットだけじゃなくてグランドスラム行った時に5セット打ち続けられるっていうことが絶対ね必要だよね。やっぱり足が動かなくなって確率が落ちるんで。そのあたりもね課題ですけどやっぱサーブが武器ということなのですごくね僕らもこういい発見でしたね。はいということでサーブ編の方はこちらで終わりになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!